ダメだ、起きないと大変。4時20分になっちゃって。夢とさや寒いの言うほだ。ダメ、もう切った。うわぁ、23度しかないじゃない。うわぁ、寒い。北海道。うわぁ、寒いよ。ちょっと待って、やるから。なんで奪うと人が畳んでるじゃん。ありがたくないんですよ、そんなやり方は。強引な。ねえって待ってって。なんで足に敷くと？寒いからです。もうちょい取りたいだけじゃん。ひどいな。水取って。水入ってたっけ？入ってない。だって昨日コーヒー飲んで終わったじゃん。おかげさまで夜中も12時半にトイレに行きました。やったぜ、今日からようやくスムーズな動きが携帯に蘇るよ。来てません。左へ。何しと？仕方すな。今日から携帯スムーズでねって言ったんだよ。仕方はダメだよ。データ制限がかかってないねって話。ああ、ほんとや。フル仕方するやん。寒い。日の出早いね、ほんと。まだ5時でしょ。そりゃいつももう登りまくってるわけだよね。マジ冬。こっち。宮崎。寒い。宮崎？すごいよね。あんな8度とかから25度、6度まで上がるってすごいね。寒暖差がやる。一応るよね。アイスあるよ。いいわ、汗かい。メロン。全然いらん。ここバター醤油美味しい。定食だって。今から26分。いただきます。乗りついてる。ついてない。ついてるよ。ついてない。さあ、朝活の始まりだ。もうすでに朝活してる。結構人いるんだね。ああ、いるね。平日に。朝からってか24時間営業ってすごいな。お疲れ様です。湧いてて。ちょっとだけトレーニングする。始まってそこそんなに言うほどになる。相当きついんだよ、これ。それはやったことあるさ、私。胸トレね。ありがとうはい、終わりました。三頭筋鍛えるとそれきついよね。温泉前にはしっかり水分補給をしましょう。はい。じゃあ行きましょう。6時回りましたんで。はい。
3時間いたの。なんでその話すことがある？なんかこっちはおばちゃんたちが2人でこう話してるとかはあるけど、だでも1対1やったからかもしれんけど、どっから来たのって言われてから、宮崎ですって。でまあそこから話が広がりの話しちょったら、それを後で入ってきたサウナの方がそれ聞いちょって、後でまた入った時にその方にさっき聞いてたけど宮崎の方らしいねって話になって、なんて言われたの？宮崎は暑いでしょうって。ああそれは言われたけど、全然気を違うでしょって言われたし、一人目の方は結構話すのが好きやったみたいで、農家さんをされてるみたいやったけど、そうやっちゃう。宮崎からも来てもらった、北海道に来る制度みたいなのがあって、そこにうちの農家の近くの男の子たちと結婚してもらえるような、そういう制度があるらしいけど、そこで結局会ったりとか何回か話しかけてくれたっちけど、そうやっちゃう。南高園ってところが美味しいって、その辺のスーパーにも売っちゃうけど、お店で食べるのが一番美味しいって言うと。メガネ知らんから近くまで行かんと見えんで、なんか向こうから見て、こっちを見てるようなあの方かなみたいな感じだから、実際見えてないから顔が。それは温泉の時コンタクトじゃないと危なそうだね。危ない。今日コンタクト車に置いちゃったから、やらかしたって。バッグに君入ってるよ、何個か。バッグをもう下ろして、だから下ろしてなかった。バッグを下ろさない人どこにいるのかな。ここにいます。札幌朝市、車いっぱい止まってるけど食べれるのかな、本当に。すごい満杯ですね。もうなくなってたらどうしよう。平日なんだけど、平日のまだ10時や。木曜日や。わー、心配になってきた。入れる？それそもそも駐車料金まで取るの？いや、それは書いてないけど、そもそも止められないような。止められるのかこれ。ずらーっと止めてあるな。入ってねえじゃん。入ってないね。これ目当てだったのに、これがまあちょっとは安い1200円のやつか。もう朝昼勝ちだな。はい、ありがとうございます。はい、目が覚めた？前ね、お魚不足だったりするから超サーモンもとろけるし、とろけ方がやばいよね。とろサーモン、ネギトロもやっぱお店のネギトロ違うね。今回僕たちはバンスルーさんにご提供いただいたドライブレコーダーで実は撮影しておりました、こちらのカメラです。自分たちドライブレコーダーをずっとつけようと思ってて、どっかで買わないとねっていう話はしてたんですけど、やっぱ日本一周するし、車の安全面とか事故も巻き込まれる可能性もあるし、知らない道を運転するから、そこは私も怖かったと思ってました。だから、少なくともドライブレコーダーをつけようとは考えてて、ちょっと余裕ができたら購入してつけようかなって考えてたんですけど、すごくいいタイミングでお声かけいただきました。バンスルーさんっていう外国の会社のドライブレコーダーになるんですけども、いろんな種類のドライブレコーダーも出してて、一番いいなって思ったのは画質が綺麗だっていうのと、前も後ろもついてる、プラス列車中になんか衝撃があった時に撮影してくれる機能だったりとか、防犯上の面を特に重視している部分もあったので、ハイエースってやっぱり積まれやすい車っていう風にも聞いてるので、少なくともドライブレコーダーは最低限必要だなという風に考えていて、そちらも取り付けました。自分たちは起用していただいたものも自分たちで取り付けたんですけど、そんなに難しくなくて、これの配線自体はタイプ C でつなげるような感じになってます。シガーソケットがあったらもうそれだけで使えるし、今回駐車パーキングブレーキっていうのをつけたから、ナビ裏のところから電源持ってきたりっていうのはしてるんですけど、手頃な値段で買えるんじゃないかなっていうのと、面白いのがアプリで使えるっていうところで、このバンスルーっていうアプリがあるんですけど、
設備に接続するっていうのを押したら、バンスリーにつなぐことによってこうやって携帯で操作できたりとか。なんかカメラの接続機能みたいだね。カメラと携帯の Wi-Fi に接続して見れるみたいな感じか。面白いね。今まで撮ったやつももこの一覧で見れるようになるっていう、ちょっと時間はかかるけど、各前と真ん中と後ろ、3パターン動画を撮ることができるから、この部分だけ録画しておきたいとかやったら出しときたいとかやったらできるし、録画してくれるから何日か分はめっちゃ何日分もある、夜も意外と顔はっきりめに映ってんだね。そう夜もしっかり映ってるね。こうやって白黒で網があくびしてるの出てきてるけど、変な顔だいぶ撮られてると思う。助手席に座ってると、目の前にあるからちょっと目障りかって言われたらそうかもしれないけど、全然気にはならない程度で、走行中も大きな衝撃の時はシャッター音が鳴るとか、全然音とかも問題はない感じがします。こういう風に活用することができます。ドライブレコーダーっていうのがいっぱい世の中にはあるから、自分に合ったものをもちろん選んだ方がいいと思うんですけど、そんなに値段も高くなくて、すごく綺麗に撮影できて携帯も使えるっていうことなので、すごい便利だなというふうに思いました。気になる方は概要欄の方に載せていますので、そちらの方をご確認ください。はい、私たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。